これまでのディスオナード2はと知れた。ジンドッシュにはしばしば訪問者がやってきた。ブリアナ・アシュワースだ。王立博物館の館長ね。そう、アシュワースは危険な人物だ。オカルトまがいのデリラなんかに入れ込んでいる。どうやらそうだ、アシュワースは本当にデリラにとって重要な人物だ。わからないわデリラ、許して。どういうこと？やめて。終わった。ブリアナ・アシュワースはもう魔女ではない。悪党め。デリラ、私が自分のものを取り戻すまでお前が作った全てを粉々にしてやる。終わりだな。アシュワースはもう問題ではなくなった。デリラは数年間をここで過ごし、強さを身につけ、人々の敵意をこちらに向けさせた。なぜ気づけなかった？その間私は何をしていた？宮廷で話を聞くふりをして忠実な軍を統治したつもりになり、ダンオールタワーから次に自由になれるチャンスを待っていた。今は自由だけど、できるなら戻りたい。アラミス・スティルトンはかつて公爵の仲間だった。カルナカの炭鉱の所有者であり、サジン地区の中心にある要塞化された地下壕に住んでいた。デリラが行動を始めた頃から彼は何年も姿を見せることはなかった。でもスティルトンの生死に関わらず、デリラの不死の鍵は彼の家にあるはずだ。戻らなければ、助けを必要としている人に手を差し伸べる仕事に、私のためにしてくれたことは言葉では言い表せない。狂気から、それどころか非常な暴力に屈する人生から救ってくれた。どうやったら報いることができるかしら。あなたが誰でカルナカで何をするつもりなのかわからないけど、とにかく幸運を祈るわ。この町の、この国の、この王国の誰もがあなたを頼りにしている。あなたに特別な贈り物を届けさせるわ。役に立つといいんだけど。できる。ミーガンは町にいる。だがわしが説明しよう。デリラが不死身である理由を知りたいの。3年前アラミス・スティルトンの屋敷で奇妙なことが起こり、彼が姿を消したことは知ってる。スティルトンは地下壕に住んでいた。安全確保のためにジンド種特製の鍵をかけてな。中に入ればデリラを止める手がかりがあるかもしれん。そこへ行くには公爵が作った廃墟を通る必要があるわ。お父様はそこで育った。ミーガンが面白い計画を思いついた。パオラはハウラーのリーダーで、バーン副監督官の死を望んでいる。もちろん逆もしかりだ。どちらの組織に見つかっても攻撃されるだけ。だが宿敵の死体と一緒であれば、彼らはお前を家族のように迎え入れてくれるだろう。彼らが屋敷に入る手伝いをしてくれると。うまくいく。間違いない。この場所やあの連中を見ていると、自分の考えが変わっていくのがわかる。これから私はどうなるの？準備はいいか？できたわ。ミーガンのボートをもっと近づける。アラミス・スティルトンについて教えてほしい。前公爵の仲間だ。忠実で賢い。今のカルナカがあるのはスティルトンと銀鉱山の協力があったからだ。鉱山労働者から始まり、産業界の第一人者に上り詰めた。だが新公爵が鉱山を仕切るようになり、労働者たちは昼夜を問わず働かされている。この地には常に砂ぼこりが降り続けるようになった。かつては隆盛を極めたここも今や廃墟に等しい。公爵は気にしていないらしい。銀の器で酒が飲めれば満足なようね。ダンオールタワーにある器は何でできているんだ？それはともかくとして、スティルトンの屋敷に行くにはサジン地区を通らなければならない。彼はまだそこにいるはずだ。死んでいるかもしれないが。
着いたらミーガンを探せ。彼女は詳しく教えてくれる。わしはボートで待機している。仕事が終わったらドレッドフルウェールまで送ってやる。サジン地区のミッション開始です。さっきもソコロフから説明がありましたが、この地区は監督官とハウラーというギャングが牛耳っています。どこに味方をするかでクリア方法が4パターンあります。1つ目が監督官にもギャングにもかかわらずにさっさとスティルトン邸に乗り込む方法。2つ目が監督官の偉い人をギャングに連れて行く方法。3つ目がギャングのボスを監督官に連れて行く方法。4つ目が監督官もギャングも両方を成敗する方法です。どれを選択するかによってエンディングに出てくる人が変わるだけでそこまで大きな影響はないです。ということで今回は一番簡単な方法と一番難しい方法の2つの攻略を進めます。一番簡単な方法は法則だけ覚えれば良いのでステルスも何も必要ないです。どうしてもクリアできない人はやってみてね。確かトロフィーもゲットできたはずです。やあエミリー、スティルトンの家はこの少し先だ。だが中に入るのは簡単じゃない。皆と話をしながら情報を集めてる。監督官とハウラーのせいでこの地区は分断されてしまった。この少し先にあるのが中立地帯。そこならあなたも安全だ。そしてその先にハウラーと監督官が引いた境界線がある。そこを越えれば見つかり次第攻撃される。目的はアラミス・スティルトンだ。いい考えがあるとソコロフが言っていた。その通り。パオロかバーンを片付ければ残った方が手助けしてくれるはず。そうすればきっとスティルトンの屋敷にも入れる。どちらかを無力化して敵対勢力のもとに連れて行くんだ。他に有益な情報は？バーンは監督官に守られている。パオロにはハウラーがいる。だが彼は黒魔法のチャームのようなものも持っているようだ。太陽が沈む前に2度殺されない限り死なないって話だ。幸運を祈ってる。とのことでパオロは2回倒す必要があるのでバーンよりも難易度を高めに設定しました。分かった。それじゃあまずは1つ目の攻略方法です。この文章から晩餐会の席順とそれぞれの人の持ち物を当てるクイズです。正直和訳がかなり分かりにくくなっており、しかもいくつか間違っている可能性あるとの噂です。なので法則を覚えちゃうのが一番楽です。晩餐会の席を左から1から5で番号付けするとこの通りです。この順番通りだと1番はコンティで指輪、2番目はフィンチで従軍章、3番目はナショーで鍵タバコ、4番目はウィンスローでダイヤモンド、5番目はマルコラで鳥のペンダントです。行きましょう。それをこの鍵に設定していきます。確かに戦争には金がかかる。知っているかどうかわからない。我々の銀鉱団は北の島々との戦いの資金を生み出すために限界を超えて稼働している。あれは砂ぼこりなどではない。敵の地だ。これで鍵が開きました。よし、アラミス・スティルトンを探すわ。このままスティルトン邸にも行けますが、あえて行かずに違う攻略法も紹介します。最初は監督官事務所からバーン副監督官を誘拐しに行きましょう。そういえばここにいるルシアという女性は以前ハイペシアイ氏に手紙を出していた人物ですね。攻略を手伝ってくれるわけではないので紹介だけです。監督官のエリアに入る手前の岩を登ります。登りきると監督官エリアです。
砂ぼこりがひどいですが、気にせず2階に上がりましょう。ベランダを端まで行ったら、ファーリーチで向こうの建物へ飛びます。換金アイテムと書物はありますが、特に大事なアイテムはないので、そのまま監督官の拠点に向かいます。なぜか設置されている2階への足場へ登っていきます。副監督官から計画のことは聞いていない。彼は今正面の部屋に敵がいるので、その敵に見つからないようにさらに上に上がっていきます。階段を登ったら右側の部屋を通って映写機を止めに行きます。敵が何人かいるのでしゃがみ移動でバレないようにしましょう。映写機を止めたらしばらく上で隙ができるのを待ちます。具体的には目の前にいる敵が映写機を調べて外に出るまで待ちです。前に話したが、公爵はその地位を追われる。そしてパオロが我々の邪魔をしなければ、大修道院がカルナカの未来だけでなく、事実上サーコノス島全体に大きな影響力を持つようになる。もうそろそろです。外に出たらガンを捕まえましょう。捕まえたらそのまま外へ連れ出します。あと忘れずに鍵は回収しておいてください。脱出は窓からできるので楽ちんですね。このままハウラーの拠点までガンを持っていくクリア方法も同じルートで攻略可能です。今回はパオロも成敗するのでガンにはここで待っててもらいましょう。ハウラーの拠点も2階のベランダを通って向かいます。気が疲れそうになりましたがギリギリセーフでした。ちゃんとしゃがんで移動しましょう。あとはファーリーチで最上階まで登っていきます。1秒前彼はそこにいた。そして次の瞬間にいなくなった。そして鳩場にネズミの群れが押し寄せたんだ。まずはパオロの部屋までトラップを仕掛けに行きます。パオロは特殊な呪具を持っていて一度倒しただけだと復活してしまいます。でもリスポーン地点が毎回アウトサイダーの祭壇なのでそこに罠を仕掛けておくと復活してすぐに死亡となります。俗に言うリスキルですね。意外かもしれんがパオロは狂信的な崇拝者とは全く違う。十分な貢ぎ物を差し出したり正しい音階を奏でれば望むものが与えられるとは思ってない。彼は私になど興味ないんだ。だが私の昔馴染みでもある魔女の手を見つけたことでこの寺院を建てた。それの持つ真の力と価値にすぐに気づいたからだ。時折我々の一部は死してもなお残る。サーコノス公爵は活気に満ちた町を引き継ぎその浪費であっという間にダメにしてしまった。後に何が残る。そしてお前はどうだ。
ここ南部の宝石でかつての生活を取り戻すために誰を押し立てる？アウトサイダーからのありがたいお話も聞けたので、次はスティルトン邸の謎の回答を入手しに行きましょう。スティルトン邸の謎の回答は一つ下の階の小部屋の中にあります。下の階に敵兵がいますが、扉の前にファーリーチしてすぐに入るとバレずに行けます。スティルトン邸の謎の回答と鍵を入手しましょう。出るときはファーリーチで上まで戻ります。これでスティルトン邸に入ることはできますが、パオロも成敗しておきましょう。パオロは一度目は死ぬことはないので、普通のボウガンで倒して大丈夫です。少し待つと階段の方に行くので、そこならば誰にもバレずに倒せます。自分たちが思っている以上の力を持っている。ありがとうございます。分かった。しばらくの間は引き下がろう。俺のいない間にラムを全部飲むなよ。まだ近くにいるはずだ。これで一度目はおしまいです。あとは罠にかかるのを待ちましょう。かかったみたいですね。それじゃあ回収してバーンのところまで持っていきます。なぜ？パオロはミイラ化した手を持っていたの？今のがパオロの持っていた呪具、魔女の手ですね。これでパオロが復活できなくなりましたね。あの魔女の手ですが、多分ディスオナード1に出てきたグラトニーラグズのものだと思われます。彼女も殺しても復活できる魔女だったので、グラトニーラグズが生きているか死んでいるかは分かりませんが、何らかの手段でその能力を封じたものを作れたんでしょうね。ということで、バーンとパオロの対面です。この建物の中の棺桶に入れると鉱山送りにできるみたいなので、2人とも入れてあげましょう。社会への借りを返す時が来たわ、パオロ。5年報酬はきっちりいただきます。間で考え直すことを祈る。その間町はお前の戦争抜きで再建するでしょう。これであとはスティルトン邸に向かうだけですね。アパートを抜けてさっさと向かいましょう。ここはバスルームにポーションがあるので、ついでに取っておきましょう。あとは窓から脱出します。ブラインドの上げ方がわからないので壊します。本来なら手に入れた街灯を入れるだけですが、もうすでに正解になっているので、これでクリアです。無事にノーキルノーアラート達成ですね。お疲れ様。次回のディスオナードは、デリラの不死の秘密が眠るアダムス・スティルトン公爵の邸宅。邸宅内では不思議な力により
いつもの能力が使えなくなっていた。そんな中、スティルトンを見つけるが、彼はすでに狂っていた。彼に何があったのか、それを探るには過去を調べるしかない。その時アウトサイダーが現れて、再びエミリーに手を貸すのだった。ここまで見てくれてありがとうございます。次回も見てくださいね。よろしければ動画の評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。